チヌ多めですけど、イカが全く見当たらなくなりましたね。チヌだけ。チンコギの夜の初日の動画のような感じになってます。1番目です。そろそろ電気をつけまして、2番目にはすでにチヌがにしてもいくらなんでもチヌだけですね。これは今日はここはダメかな。いくらなんでもほんとチヌだけですね。なんかが出てくる気配はありません。ちょっとどうしましょう。これではダメでしょう。ちょっと斜め沖へ出してます。誰がよりしまよくないですけど、これが相手をくれたおかげでいい。あ、でも人もいるし、穴がもいますね。結局なんかめっちゃいいので、片網ちょっと今怒りの後行きましたね。怒りの後行くともう泥が入るんで、泥が入ったまま漕ぐと中に入ってる魚も全部出ちゃうんですよね。やっぱりもう泥まみれ、こうなるともう中に入ってる魚も出るんですよね。チヌがね、あ、こう見えてる。入ってたやつがもう帰ってくるんですね、こっちに。泥抜きすること約4分。抜けてるようには見えますけどね。それでもなんかすごい感じ。お、でも魚は出てなかった。こっちはもう最初から何もいなかったのか、もう出たのか。重っ。取れるんですね、モンゴ。だいたい昔は6月だったんですよね、モンゴ。よいしょ。またモンゴ。昔はほんとジャコだったんですけどね、ちょっと最近ニベが嬉しいんですよね。しかも太ってるし。やっぱりもう夏になってきたんで、春のような派手さがなくなってきましたね。
たりますね。エビもめちゃくちゃ増えてきました。まあ、夏になるとねもっとエビ増えると思いますけど、赤貝この方はあんまり赤貝いない方なんですけど、これは基本砂地にはあんまりいませんね。お、ウニかまたモンゴウ。今日モンゴウ多いっすねほんまに。モンゴウイカはすごい獰猛なんですよね。あんまり他の魚といけれない。モンゴウイカ同士も一緒に行けたくないんですけど、ああやってねすぐ喧嘩始めるんですよね。これもかじられてますね。今度はチムに行ってひらめきた。あれイカも来てくれと。やったー、かけたもん。こういう網には大雨手間で。もうモンゴウがこれどっち？モンゴウっすね。モンゴウだらけ。アリイカとモンゴウが同じぐらいのキロ数いるんじゃないでしょうかね。今潮この位置ですけど、もう一番早い流れが速いぐらいの時間帯です。でもどう見てもこれはもうボーナスタイムだったですね。モンゴウ2つにハリイカ2つ、ヒラメにコチ2つで長まで、あと大アマテも。ボーナスタイムを逃さずにいいキャッチができてよかったです。これも最近はもうずっとおかずにしてます。なんかボーナスタイムなんでしょうか。手長までうわ走ってる。うわヘタも2枚やっと出たのかな。もう多いし。お、ここにうわモンゴウ。今日は本当にモンゴウデーですね。やっと出たのが入りました。よいしょ。こちらもモンゴウ。なんかもう一つ見えたような気が。他に席だし。走ってる時間の方がいいですね。なんかあまりないパターンですねこれ。イカ以外大きいゲタが3つここに持ちる。
でるのは漕いでるんですけど、ガサの入りが全然、今が一番地についてるんですよね、道具が。モンゴウいなかったですね。ポケットはこれとここにもよいしょ。石がね、意外ともうワカメも多いっぽいですね。この深いところにモンゴウはおるっぽいですね。綺麗。こんなところに隠れてある。おお、ちゃんとカメラ側に落ちてくださって、しかもでかっ。今日一じゃないですかこれ。めっちゃいい感じですね。あと数番やってここやって帰りたいと思います。さあラスト2番下り返しなんですけど、ボーナスタイムであってほしい。これでっかー、年なしでしょこれ。さらにその上に年なしが。あ、でもこれは50ないか、さすがに。こっちに比べたらちょいちっちゃい。左でモンゴウ消えましたね。ラストです。これで帰ります。一応ね、潮の返しなんです。何ボーナスでもいいからボーナスも欲しい。モンゴウ、本当にモンゴウだらけでしたね今日は。今日は潮のとろみよりなんと走ってる時間の方が良かったですね。潮が最後はクラゲボーナス感ありますけど良かったんじゃないかと思います。では帰ります。お疲れ様でした。今日の量はどうでしたか？レタス少なめです。貝ももうおかずでいいんだけど、おかずには多すぎる。どうしようかっていう悩むところ。こちら今日もイカですけど、モンゴウが多め。めちゃくちゃ多め。今年はな、こう夏前にイカが多いのは、もう多分十数年ぶり。あ、そうなん。もうおっさんらがおった時代なお記憶にあるわ。2年前に秋にめっちゃおったけど、5月にこんなおるのもほんと十何年ぶり。ほんと久しぶり。モンゴウすごいね。イカ多いわ今年。あとはチヌが、よいしょ。チヌはこれだけでした。あとはハモとかコチとかヒラメ4、ガラエビでした。松川初めて見ました。びっくり。うわマジで初めて見た。星ガレイと上の模様も顔も違う。
ほんまだ、なんか顔が太ってる。干しガレーとちょっと違う。点々が大きい。違う干しガレーと。あ、でもこの尻尾のこの感じは似とるな、干しガレーに。ああ、なんかその太い普通のカレーと違う感じ、尻尾が。そのまままっすぐ太いままスッと出とる感じ。うわ、これが松川か。初めて見た。ポール二郎、香りが良すぎてグラス買っちゃいました。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。タリスカ10年、視聴者さんがおすすめしてくださったので買ってみました。こちらはお手頃でした。かなりお買い得。シングルモルトです。初めてなのでまずはこのままいただきます。おお、まだ飲んでませんけど匂いが。おお、すごい木の匂い。あ、でもグレンモーレンジとかポールジローのような、なんかこういい香りではないですけど癖になる香りですね、これ。そしてまたコクがすごい。うわ、これ中毒性ありますわ。やっぱり勧めてくれるだけあって、これなんでこれを勧めてくれたんかが分かるような気もする。こうグレンモーレンジとかポールジローとの差がすごい違う美味しさですね、ほんと。分かります、なんで勧めてくれたんか。タリスカーはこれは本当に他のウイスキー飲んでるとたまに飲みたくなるであろうなというこれから先多分自分がそうなるであろうなということがなんとなく想像できますね。またいろいろ教えてください。これはちょっと勉強になった感じのあるウイスキーでした。出来上がりました。こちらが松川で、こちらはちなみに頼島のサワラです。もちろんアラも捨てれません。お味噌汁にしてみました。松川と一緒に送ってくださったエイの仲間でカスベですもう一緒に送ってくださいました。味噌汁の方から、スープからいってみたいと思います。甘い、完全に自分の知ってる魚の中ではもう完全にヒラメの出汁と同じ味ですね。油はしっかり乗ってるんですけど、あっさりした感じの。匂いはヒラメの香り。なるほど。ではついに松川の刺身行ってみたいと思います。もちろん2人とも初めて。セミから。うわー、これはすごいな。見た感じは北海道から送ってくださったんで2日経ってるんでね、ちょっと熟成された感じの色になってますけど、いただきます。うまい。熟成されとる。2日経っとるけんな。甘い。歯ごたえはちょっとあんまりなくなっとるけど甘い。干しガレーやな。ちょっと違うけどでもちょっと似とるかも、干しガレーに。ほんとカレーでもなくヒラメでもないって感じだな。美味しい。甘いよ。甘いな。腹めってみます。こんな感じなんじゃ松川って。この超贅沢な縁側。もう優勝。縁側やばい。これはやばい。縁側はやばい。これどこ行ったら食べさせてくれるんかな。食べたことある人も少ないんじゃない？干しガレーはおるかもしれない。干しガレーはな。自分で取るけんな、みんな。松川はこんな感じなんじゃ。非常に美味しいですね、本当に。干しガレー食べた時はヒラメでもないカレーでもないと思いましたけど、これもヒラメでもないカレーでもない感じですね。まさか松川が食べれる日が来ると思いませんでした。感動しました。ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。